けてるんですけど、これによってすぐもう戻ってくるみたいな。下分かります？包み込んでないんですね。世界一のセラピスト川上拓人です。皆さん今日は会場にお越しいただきまして誠にありがとうございます。このエフルラージュっていう手技になります。最も簡単で最もシンプルな手技です。何も指導してない状態のエフルラージュを見せてもらって、そこを矯正していってあっという間にゴッドハンドになるっていうのをちょっとやりたいんですよ。ちょっとオイル塗布だけ僕の方でさせていただきますので、オイル塗布終わったらちょっとエフルラージュをやっていただければと思います。はい、ありがとうございます。皆さん拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ではですね、ここからですね、そのエフルラージュを劇的に変化させていくっていうのをですね、やっていきたいと思います。でまずゴッドハンドになるための5箇条。1つ目、危険部位を把握するって覚えておいてください。1つ目が危険部位を把握します。施術をする上で最も大事なのは、相手に怪我をさせない、不快な思いをさせない、嫌な思いをさせないっていうのがすごく大事になるんです。どんなにすごいエフルラージュができても、怪我させたり嫌な思いさせた瞬間、一気にマイナスに転換しちゃうんです。だから絶対に致命傷だけは避けなくちゃいけないんですね。これは全てにおいてです。まずエフルラージュやるときに、どうしたら怪我をしたりとか不快な思いをするかなっていうのを考えていきます。どうしたら嫌な思いをすると思いますか？お、素晴らしいです。ありがとうございます。こちらですね、デリケートゾーンを触っていく。特に男性セラピスト、僕下手するとこうなります。捕まります。つまり何かというと、僕の場合は超危険部位です。で女性同士でもね、デリケートな部分を触ってしまうとやっぱりものすごく不快になりますよね。あとはですね、例えば膝裏を垂直圧っていって、上から圧を乗せてしまうと膝蓋骨、膝小僧ですね、膝小僧のお皿とかが圧迫されていたいんですね。どれぐらいの圧抜けばいいのって結構ね聞かれるんですけど、これですね、ベッドの硬さによるんですよ。ベッドをしてみたら分かります。低反発のちょっと厚みのあるクッション性のあるベッドをお使いの方はそんなに抜かなくても痛い思いしないです。ただちょっと薄めのベッド使っている方はちょっと意識して抜かないと膝が痛く感じてしまうので、ベッドによるっていうのも覚えておいてください。あとはですね、足裏、エフルラージュで足裏ってそのままの流れで言うとやらないんですけど、足裏ねくすぐってしまうとちょっと諸倍とか内ももとかもくすぐったいっていうのがあるので、くすぐったい場所には注意しましょうと。あとはですね、挟み込みっていうのも起きやすくなります。内ももの挟み込みですね。こう手を旋回させた時にベッドと自分の手でお客様のお肉をこう挟んでしまうとちょっと痛いって思われたりします。もう一つ、オイルの少なさすぎも実は危険なんですね。オイルが少ない状態で塗布して摩擦を起こしてしまうと擦れて、皮膚が擦れて痛いって感じる方もいます。なのでオイルの量多すぎても良くないですけど少なすぎても良くないので、多い分にはちょっとこうヌルヌルしてるなとか圧が逃げるなぐらいで済むんですけど、少ない分には危険になるので注意してください。こういったですね、いろいろ部位によっては関節とか骨とかいろいろあるんですけど、エフルラージュでいうと特に意識するのは膝裏とこのデリケートゾーンですね。はい、じゃあそれを意識して2回3回ぐらいエフルラージュをちょっとやってみてください。膝裏で少し抜いて、で上ね、デリケートゾーン注意して、おお、いいですねいいですね。膝裏抜いてくださいっていうと極端にねピョンってちょっとジャンプするかのように急激に圧をパッて浮かせる方もいるんですね。今見たらそんなことなかったんで大丈夫だと思うんですけど、自然に滑らかに圧が抜いていって滑らかにまた入っていくっていうのを覚えておいてください。じゃあ続いて2つ目いきましょう。2つ目が際から際までトリートメントをするっていうのを覚えておいてください。ゴッドハンドと普通のセラピストの差って包み込んだ総面積が圧倒的に違うって覚えておいてください。意識してないセラピストさんは目で見えてるとこしか施術をしないので包み込んでる範囲が狭いんですね。ゴッドハンドと言われる、いわゆるすごい上手だなと思う施術者って目で見えてないところまでも意識して包み込んでます。じゃあどういうことかというと、目で見えてる範囲でっていうのはここまでですね。この辺りまで上から見ると人間っていうか施術者は立ってるのでこう見てるんですね。そうするとこの辺りまでが見えてます。でも実際なしってここあるんです。指今消えましたよね。ここも足なんですよ。ここまでも。つまりベッドとお客様の間です。ここを意識できてないと包み込めてないんですね。デリケートゾーンは注意するんですけど、この外側の部分ですね、この部分が実はすごく大事で、上までねしっかり包み込まないとやっぱりね、気持ちよくなかったりします。なんで外側、内側はちょっと注意なんですけど、この部分ですね。あとですね、くるぶしとか戻ってきた時ですね、際までなんで戻ってきた時にくるぶしがしっかり包み込まれずにこうショートカットしちゃう、足首あたりで。そうすると
実は気持ちよくなかったりします。フルラージュします。意識してないとどうなるかというと、こんな感じ。悪くはないんですよ。悪くない。もう一回いきますよ。こんな感じ。悪くないけど、よく見ると下分かります？包み込んでないんですね。意識してないから。ここで意識するとどうなるかというと、これ分かりますかね。もうちょっと下の方が分かるかな。小指見えます？見えてないですよね。小指がお客様とベッドの間にもう入り込んでるんです。だからお客さんからするとものすごい範囲を包み込まれてると思います。ゴッドハンドのための5か条の際から際までを意識すると、小指って見えないですぐらい大きく包み込んでます。そして戻ってきた時に必ず両くるぶしをくるんでかかとまで戻ります。チェックポイントをですねちょっとお伝えすると、外側の手、つまり左手を大天使越えて腸骨の手前まで包み込むっていうのを覚えておいてください。そして中指、戻ってくる時のターンの時の中指、ベッドと平行にしてください。これベッドと平行じゃないと何が起きるかというと、下を包み込めば川上さんがいいって言ってたぞってなると、大体の人こうなるんですよ。そうすると上が今度包み込めない、4子が全部下に旋回しちゃうと上が今度包み込まれないんで、あんまりこう満足感が少なくなるんですね。なので中指平行で小指が見えなくなるって覚えておいてください。そうすると全部均等に包み込めます。そして必ず両くるぶし、外か内かっていうくるぶしを包み込んで戻ってくるっていうのを意識して一回やってみてください。じゃあ続いて3つ目、体重移動っていうのをお伝えするんですけど、そこでですねちょっとね、基礎知識をここでお伝えしたいと思います。4つの基礎知識っていうのがあって、そもそもこの4つができてないとまずいよってやつなんですね。ベッドの高さ合わせです。ベッドの高さ適切じゃないと、自分の腰や膝に負担かけるか、上半身に負担かけるか、お客様が満足しないかっていうのが起きてしまいます。じゃあ適切なベッドの高さってどこかというと、ベッドの横にストンって手を置いて、中指薬指あたりの第2関節ぐらいです。これ僕今ベストな高さぐらいですね。2つ目がですね、ポジショニングです。ポジショニング、立ち位置です。立ち位置を意識せずにポンって何も考えずに立つと、後ろ気味に立っちゃった場合何が起きちゃうかというと、遠くなるんですね、ストロークが。そうするともう太ももあたりで力が抜けちゃったりします。離れすぎても腰痛めます。こうやってなるから。近すぎても今みたいにベッドにゴンってぶつかっちゃったりして揺れたりするんですね。音が出たりとか。だから適切な位置で立つっていう、どこに立てばいいかっていうのを知っとかないといけないんですね。じゃあどこに立てばいいかというと、かかとの延長上に右足を垂直に、はい、で左足を一歩前に出して、今足こんな感じになってます。肩幅よりは一歩前に出して、このような形です。離れすぎると良くないので、触れるか触れないか、触れてもいいんですけど、こするぐらいこうグッと体重が寄っかかるぐらい近づいてはいけないので、触れてはないんですけどギリギリなるべく近づいてください。そして3つ目、軸を意識してほしいんですね。でその軸って何かというと、先ほど一歩前に出した方の足、これですね、ここを意識しましょうなんですよ。これです。どこに合わせたらいいかというと、お客様の足の傾きに合わせていきます。なので完璧に垂直ではなく、お客様の足って斜めにこうやって入ってきてますよね。なのでちょっと斜めです。そうすると何が起きるかというと、4つ目がね下半身の動きなんで、この動きするんですよ、フルラージュって。その時のこいつの傾きでベクトルが決まるんです。その行く方向のベクトルが。この足の傾きと一歩前の傾きが平行であれば、圧の方向がピタッと合うんですよ。だから圧が逃げないです。立ち位置、軸、下半身の使い方を意識していくっていうのが、この体重移動でめちゃめちゃ大事なポイントなんです。軸ずれると外れます。フルラージュで合わないと他の手技で合うわけがないんです。だってフルラージュでずれてる、一番簡単な手技で外れてるんで、他のなんかちょっとダイナミックな手技とかもずれちゃってるんですよ。だからパワーが入んないです。圧が入んないです。次は体重移動です。じゃあ体重移動をやるときにお伝えしたいのが、人間の重心はどこにあるかっていうのを意識するんですね。おへその下の丹田って言われますよね。この辺りですね。ベッドの上にいる人に体重を乗せようとすると重心が上がるんですね。下半身の体重って乗れないので、言ったら頭のてっぺんからつま先の重心の真ん中って言ったらここですけど、実際施術するとき乗せる体重ってこっからここまでしかないんで、の重心っていうとみぞおちに上がってきます。つまりマッサージはみぞおちでやります。
ここに今一番強い圧を入れてくださいって言ったら、みぞおちが上にあると一番乗ります。これみぞおちを離すと乗らないです。必ず下半身をしっかり動かして、頭、みぞおち、手が一直線になっている時には下に圧が入りやすいんで、この辺りまっすぐ、この辺りまではもう頭、みぞおち、手っていうのを意識してください。はい、じゃあみぞおちが上に来れば一番圧入るかって言ったら、肘曲がってると体重乗ってないんですよ。これ何が起きてるかというと、肘開くと脇開くんですよ。で、脇が開くと胴体と腕は分離します。だから胴体の体重が下に向けて、胴体の方が重いんで、胴体の体重がぐーっとこう体重を乗せようとしても、肩と肘で力が逃げてるんです。皆さんがフルラージをしている時にチェックしてほしいのは、この肘曲がってないかなんですよ。一番いいのは体脱力して、もう体重をただ預けちゃうだけ。その時に肘が曲がっているとまずいので、どうやって矯正するかというと、これです。手をこうやってパチンってやります。で、そのままストンで、ここに体重を乗せてくださいってやったら、ちょっとやってもらっていいですか。ストン、めっちゃ入りますよね。これ何が起きたかというと、脇締めたんです。つまり胴体と腕が一体化してるんで、もうここまで胴体だと思ってください。もうだってくっついてるから。そしたら胴体がドンと降りてきたら、腕はそのまま体重をストレートに伝えるんで、体重めっちゃ乗るんですよ。訓練方法としておすすめなのが、脇にタオルを挟んで練習するんです。そうすると癖がある人は落ちちゃう。これが起きたら何ができるかというと、もう一個ね、上半身が起きてくるんです。でも肘が曲がってる人って手元を見たいから、だいたいこうなるんです。これで圧が乗ってないし、今体の姿勢めっちゃ悪いですよね。で、胸を張ってください。ちょっとカスがって分かります？これやってください。その状態で胸を張って、肘を曲げずにやって、でエフルラージをしていくと。で、目線の位置も大事で、見たいんで首をグッといくと、肘も自然に無意識にこういっちゃうんで、頭はなるべく上げて、目線はあの辺だけど視線だけ落とすみたいなイメージをやってみてください。じゃあちょっとフォームだけやりましょうか。で、視線と体をこう起こして、そうそうそう。で、下半身の動きで前に行って、下半身の動きで戻ってきてください。じゃあもう一個だけ、これ左足が浮くってことは体重がこっちにかなり乗ってるってことです。浮かない人って何になってるかというと、こう位置はバッチリなんだけど、ちょっと体がこっちに重心あるから、足に体重がいっちゃってるから足浮かないんですよ。もし体重をもっと強くって言われた場合、もしかしたらこっちに体が重心に乗っちゃってる可能性があるんですけど、まとめると、意識するポイントは、まず基礎知識、ベッドの高さ、立ち位置、軸、下半身の使い方、肘が曲がってないか、脇が開いてないか、視線が下になって頭、姿勢が悪くなってないか、春日にして視線を上げる、で目線を落とす、そして、下半身の力で前に行って戻れてるかどうかっていうところをですね、チェックするだけで、あっという間に体重移動って上手くなります。で、もし不安だったらさっき言ったように脇にタオルを挟んでやってみてください。じゃあ続いて4つ目。4つ目は何かというと、密着です。密着感のあるトリートメントするときに意識してもらいたいのが、何も意識せずに手をポンって置いてしまうと第一関節が浮いちゃうんです。だからどうしてほしいかというと、指の先端までしっかり意識して密着させてほしいんです。ちょっとこの影がフィンフィンフィンって出たの分かります？これ指先に魂を込めて密着させるんです。それを常に意識しておくんですね。これだけで指の長さが長く見えるんです。例えばですけど、指を浮かせながらこうやってやったトリートメントってぼんやりしたマッサージなんです。なぜなら体重がここまで乗ってないから、圧を感じるのこの部分しかないんですよ。だからこの部分でマッサージされてるようなイメージになるんですね、お客さんからすると。ここまで意識してクッてやってる人って、ここまでがくっきりお客様の印象に残るんです。くっきり包み込まれ感とか気持ちよさがまるで違うんですね。密着で、ターンの時もちょっとお客さんがパラパラって感じるぐらい、パラパラって、その時も指をクッとパラパラっていって密着をさせて、で戻る時に関節で大体手が浮きます。なぜならこう急激にこうキューってなってって、形が変わってゴツゴツって骨があって、さらにここからまたキューって細くなって足首になるんで、意識しないままいくと手が浮いちゃうんです。この隙間が。だから戻ってくる時は指先だけじゃなく全体的にキュッと挟むようなんです。こういう感じでやると手が吸い付くようにいけるんですね。だからたまになんですけど、手を波打たそうとしてこうやる方、これ別に悪くないんですよ。ただ密着を意識すれば自然と波打つんですよ。足の形に合わせて手がこうなるから。だから動かしていくと浮いちゃったりするんですよ。だから意識して波打たすんではなく、密着意識すれば自然と波打つよっていうやつです。
僕手のことを、そのマッサージするときとかトリートメントするときは指の関節ないタコだと思ってるんですよ。タコとか水とかヘビとかっていうようなイメージで吸い付けるぞ、どんな部分の細かい関節も吸い付けてやるって言ってやってるんで、指を常にこうやって柔らかくしてるんですよ。そして最後はですね、スピードとリズムです。リズムでいうと守備と守備の間、特にオイルトリートメントって流れるようなリズムを作って夢と現実を行ったり来たりさせるんです。流れるようにこうやってやってるともうトローンとしてきて落ちて気持ちよくなってストレスも解消されるんですよ。だから全ての主義が始まったらもう手をもう離さずに自然と滑らかに、もう今これ離してないんですね。こうやって戻ってきたら左手が旋回してもうすぐにこう入ってきて、もう離れずにスムーズに入り、左手は抜けてるんですけどこれによってすぐもう戻ってくるみたいな。はい、そしたら最後スピードとリズムのスピードの部分ですね。膝下と膝上で足の長さってこう違うじゃないですか。同じ速度でいくと太ももの印象が弱くなります。太ももがちょっと差別、あいつだけここ長いままゆっくりやれたのにこっち全然されてないじゃないかってなるんですね。じゃあどうすればいいかというと、太ももの時にゆっくりするんです。つまり印象を残したい部分ってゆっくりするだけで印象に残るよってことです。印象をどこに残したいかっていうところを意識してそこをゆっくりするんですね。なので、覚えておいてほしいのは、ふくらはぎまでは普通、太ももややゆっくり、ターンはじわっとゆっくりして、戻るときは正直これ何が重要かというか重要じゃないんで、少し早くていいです。少し早く戻ってもいいんで、かかとあたりで次の手技につなぐためにかかとでじわっとまたゆっくりしてください。なんで5パートに分かれてます。1普通、2ややゆっくり、3じわっとゆっくり積み込んで、4やや早めに戻り、5次の手技につなぐためにゆっくりここでかかとをしっかりやってるよって相手に印象を残していくんです。だから5はゆっくりなんですね。はい、っていうのでちょっとスピードを僕がちょっと横で伴走するのでスピードを意識してやっていきましょう。このリズムが違うだけで単調にならないんですよ。こう抑揚がついて何をこう表現したいのかが分かるんですね。で戻るときは少し早く戻ってかかとでかかとまで丁寧に戻ってるよ、次の手技も体勢整えやすいよっていうのができちゃうんですね。はい、 OK です。ありがとうございます。